皆さんこんにちは、みさとです。ここは金沢駅です。本日は3月5日火曜日、北陸新幹線の敦賀開業11日前です。今回はこの北陸旅屋チケットで富山の旅をします。さてまずは北陸新幹線に乗ります。北陸旅屋チケットでは新幹線は乗れないのですが、時間の都合で課金して乗ります。乗車券等級券は交通系 IC カードの利用者ならチケットレスで OK の新幹線 e チケットで乗車しました。乗車するのは剣706号富山行き。この列車は14番乗り場から発車ですが、この富山、東京方面の仮紙、3月16日以降は福井、敦賀方面になるのでしょうね。ということで、北陸新幹線に1駅だけ乗車。座席の網ポケットには JR 西日本のフリーペーパー西ナビが入っていました。この区間、防音壁が高いところが多くて、車窓はあまり望めません。今見えたのは富山県砺波平野の集落の形態、三漁村が見えました。金沢から17分で到着の隣の駅、新高岡で下車します。新高岡駅の下にある上花線の新高岡駅、赤いディーゼルカーで一駅乗車して高岡駅です。ここで氷見線に乗り換えです。ディーゼルカーでのんびり揺られて氷見線を行きます。最初の停車駅の越中中川駅、駅最寄りの高岡工芸高校の生徒さんが描かれたイラストが楽しい駅です。実は祖父母が以前に住んでいた家がこの駅の近くにあったのですが、今は当時と雰囲気が全く変わってしまっています。一度この駅で降りて訪ねてみたい気がしています。次の能町駅です。ローカル線の途中駅なのに広大な駅構内。かつては貨物の取り扱いが非常に多くあり、金沢鉄道管理局では有数のコンテナ取り扱い量の駅だったとか。この駅からは今でも JR 貨物の新港貨物線が分岐しています。能町駅を出て次の伏木駅停車前にかなり早めにゆっくりとした速度になりました。後ろから線路を見ると直線区間に不自然な線路の歪みと新しいバラストが入っていました。能登半島地震での被害箇所による徐行ではないでしょうか。緑色の徐行解除信号機も見えますね。伏木駅も規模の大きな駅で、こちらもかつては貨物を多く取り扱った駅のようです。古くは北前船の寄港地、現在では海外交易の港、そして工業が栄え、その貨物の発着のために能町、伏木、そして貨物船の新港線が栄えたようですね。そして越中国分駅を出ると富山湾の海が見えてきます。お天気が下り坂なので期待していませんでしたが、ギリギリ富山湾越しの立山連峰が見えました。海沿いをしばらく走って義経岩の近くを通って天原市駅ですが、駅到着前に後ろを振り返りズームしてみたら雄大な立山連峰がそこにありました。快晴の日に来たかったです。天原市の駅には後で立ち寄ります。次の駅は島尾駅。天原市駅までは高岡市でしたが、この駅から氷見市に入ります。次は終点の氷見駅。列車はラストスパートで駆け抜けます。ところで北陸地方の民家にはどの家にも雨戸がありません。雪が多いからあってもいいような気がするのですが、どなたか理由をご存知の方いらっしゃいますか？終点氷見駅に到着です。ホームは一つだけの駅ですが、構内は広い駅です。昔はこの駅からも貨物の専用線が出ていて、貨物取り扱いで賑わっていたのでしょう。そんな氷見駅のある氷見市ですが、令和6年元旦の地震で被害を受けた地域でもあります。駅前の工事はおそらくもともと駅前ロータリーの工事をされていたものだと思います。ですがこの先で地震でアスファルトがひび割れていたり、電柱が不自然に傾いたりしたものが何箇所かありました。
撮影するのは控えたので今回の動画にはありません。さて今回の目的地の一つは氷見漁港の魚を食べに行くです。この先の漁港にある氷見魚市場食堂までは徒歩で18分。駅観光案内所にレンタサイクルもありましたが冬季休業中でした。徒歩18分の道を歩きます。歩き出してマスクを外してみると磯の香りがしました。さすが海が近い漁港の町。しばらく歩いて海沿いに出ると先ほど見えた立山連峰は少し見えにくくなってきました。雨がだんだん近づいています。ちょっと急ぎます。残りあと5分です。現地に近づくと漁港の中を歩いています。撮影しながらなので18分では着きませんでしたが、氷見の魚市場に到着です。魚市場食堂は文字通り魚市場の中にある食堂です。中に入って階段を上がると順番待ちの方が何人かおられました。今日は平日なのでさほど待たなくても入れそうです。多分5人待ちぐらいだったと思います。受付機はこの前の静岡の爽やかで受付した時と同じものだったような。1階は本当に魚市場になっています。ケースの中にはイカが入っていました。私が受付した後で外国人観光客の方がグループでやってこられて多くなりましたが、私は空いているタイミングだったようで待ち時間は10分ほどでした。ちなみに約1年前の日曜日にも来たのですけれども、その時は1時間ほど待ちました。お店に入っての注文はもう最近どこでもタブレット利用ですね。注文したのは氷見浜丼定食のやわやわ盛り並盛りです。さて料理を持ってきてくれたのはロボットです。他のレストランでは猫ちゃんタイプのロボットだったりしますね。氷見浜丼はこんな感じです。海鮮がたっぷり乗っています。あと定食には土鍋漁師汁がついています。各テーブルにコンロがあってぐつぐつ煮立っています。さて魚市場直送のお魚は新鮮でとても美味しい。こんな新鮮で良い海鮮はよそではなかなか食べられないと思います。煮立ってきた漁師汁も温まります。とても美味しくお箸がどんどん進みます。他のお客さんを見ると年配のご夫婦や若い方のグループが結構おられました。大学が休みの時期で多い感じでしょうか。あと他の地方からの災害派遣と思われる方もいらっしゃいました。私もこうして現地で土地のものをいただいて少しでも復興支援になったでしょうか。氷見浜丼とても美味しかったです。ごちそうさまでした。ということで魚市場食堂を後にします。待ち時間が短く済んだので氷見の街を少し歩きます。と言っても雨が来そうなのでほんと足早に回るだけですが、歩いていると案内板に忍者服部くんのキャラが書かれていました。氷見市は藤子不二雄 A 先生の出身の地だそうで、先生の手がけたキャラたちを商店街をはじめとしてあちこちで見かけることができます。バンガロードを歩いていると藤子不二雄 A 先生の聖火という高禅寺の案内板を見つけたので行ってみます。高禅寺はこんな大きなお寺でした。山門からは服部くん、怪物くん、プロゴルファー猿、マルーセルスマンの石像が見えます。700年近い歴史がある由緒正しいお寺でした。お寺の栗には、もぐろ福蔵のだるま絵や、藤子不二雄 A 先生がトキワ荘に入居の際、手塚治虫先生より譲り受けた机が保管されているそうですが、拝観はできないそうです。商店街に戻ると、氷見市潮風ギャラリーがありました。藤子不二雄 A 先生の漫画の世界にどっぷりハマれそうなギャラリーです。入館してみたかったのですが、時間の都合で外から見たのみです。近くに忍者服部くんのポストもありましたよ。列車の時間が近づいたので駅に戻ります。14時24分発の高岡行き。窓にポツポツ来ました。ついに雨です。8分乗車して浜原市駅で下車します。晴れていたらこんな感じに見えるのでしょうけどね。海岸沿いの道を歩いて義経湯まで行ってみます。義経湯は踏切を渡ると、
すぐにあるのが義経社。源義経を祀る小さな神社です。そこから海岸へ降りていくと義経岩があります。義経が奥州へ逃れる際、にわか雨を避けるために雨宿りした岩という伝説が残っています。富山湾越しの立山連峰は雨でもう全く見えなくなりました。雨降りが強くなってきたので、道の駅雨晴に行きます。雨宿りのためだけでなく、もう一つ道の駅雨晴に来た理由があります。JR 氷見線に乗って道の駅雨晴に行こうキャンペーンが開催中だったので、氷見線で撮影した車掌写真の提示、利用中の北陸旅はチケットの提示、アンケートの回答で、特製肉まんの小豚まん、茶箱と道の駅雨晴で使えるクーポンを300円分をプレゼントというもの。このキャンペーンは3月31日で終わりましたが、こういうサービスは嬉しいですよね。今回に限らず、これまでも JR 氷見線に乗って道の駅雨晴へ行こうキャンペーンはやっているみたいです。プレゼントをいただいたばかりでは申し訳ないので、抹茶ミックスのソフトクリームを注文。あと、クーポンを早速利用してお土産も買いましたよ。晴れていたらこの道の駅からも立山連峰の景色はよく見えるのでしょうね。こうしてまた雨晴駅に戻り、氷見線高岡行きに乗りました。氷見線、海の見える区間はそう長くはないのですが、ほんと景色が良く、氷見の海の幸も堪能できて楽しめました。高岡まで戻ると次の列車まで24分の待ち時間。途中下車してみます。高岡の駅は北陸新幹線開業前までは北陸本線のすべての特急が止まる駅でした。新幹線の駅が新高岡と別の駅になり、愛の風富山鉄道と城花線、氷見線の地域輸送のみの駅になりました。かつての高岡ステーションビルという国鉄時代の民衆駅は、京城駅舎の新しくてスマートな駅になって早数年。私は幼少の頃から高岡ステーションビルの駅を利用していたので、別の駅に来たような印象を受けます。でも今風の駅の方がサービス面やバリアフリーの面で上ですし、現在の駅も良いと思っています。駅ピアノがあったり、立山の眺めも見れますしね。さて次は17時4分発の列車に乗り、金沢へ向かいます。いつか高岡をゆっくり観光してみたいですね。40分で金沢に到着。あとは大阪へ帰るのですが、次のサンダーバード号まで1時間半弱あります。この時間を利用して金沢で途中下車。ちなみに私、金沢観光ビギナーです。予備知識が何もないので、とりあえず一番近い近江町市場に行ってみることに。うまくいけば夕飯のテイクアウトができればと思ったのです。歩きでも行ける距離のようですが、雨ですし、あまり時間もないのでバスで向かいます。近江町市場について分かったこと。この時間、近江町市場はやっていない。数軒の飲食店は開いていましたが、やっぱり市場っていうぐらいだから、夕方、夜はやっていないですよね。テイクアウトできるお店もありましたが、あまり時間をかけると鮮度の問題もあるからでしょう。テイクアウトできませんでした。ということで、初めての超ショートな私の金沢観光は不発に終わりました。いつかちゃんとリベンジしたいと思います。さて、あとは金沢発のサンダーバードに最後の乗車で帰りますが、その動画はまた次の動画とさせていただきます。今回も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。チャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。評価の方もしていただけると嬉しいです。